皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はですね、コスパ抜群でボリューム満点の業務スーパーさんで購入できる木綿豆腐を使ってガチで食欲がそそる風味が加わり、ちょっぴりピリ辛でコクがあって爽やかなタレを絡めて食べる絶品豆腐ステーキの作り方を紹介させていただきます。これはね、満足感もあるのに、やっぱり豆腐だけなんでヘルシーですし、今回のタレが美味しすぎるので、ご飯も進むし、おつまみとしてもぴったりな一品なんで、マジで一回作ってください。ほんとね、このタレをマジで覚えてほしいです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。木綿豆腐1丁。今回の木綿豆腐、業務スーパーさんで買った、結構大きくてね、マジでコスパ抜群のやつ。これでね、約50円。味付けの調味料はね、この3つだけ。これでマジ美味しくなる。ポン酢大さじ2、バター 10g。こちらね、柚子胡椒。これはお好みの量を用意してください。入れすぎると辛いんで気をつけてください。今回はね、小さじ1分の1ほど使います。材料は以上です。まずは、木綿豆腐の水切りからしていきます。重しなどをして、最低30分ぐらい置いて、しっかり水切りしても構いませんが、今回は電子レンジを使って、速攻水切りする方法を紹介します。まず適当な耐熱皿に、キッチンペーパー。そして木綿豆腐を乗せて包み込んでください。はい、こんな感じね。そしてさらに、この豆腐の上に何か重しになる耐熱性のお皿などを乗せた状態で、電子レンジ 200W で5分間加熱してください。はいよー、レンジにセット。こんな感じでね、具をキッチンペーパーで挟み込み、上にさらに重しを乗せる。この状態で加熱です。はい、200W で5分間です。この低出力のモードでゆっくり加熱することで、豆腐の水分速攻抜けちゃいます。もし 200W の設定がなければ、解凍モードを使ってください。それでも大丈夫です。はい、そうしましたら、レンチンしてる間に、この美味しいタレ合わしておきましょう。まず、柚子胡椒に、ポン酢を少しずつ入れながら、溶きほぐしといてください。はい、こんな感じでね、よく混ぜて馴染ましておく。この柚子胡椒ポン酢がね、マジで豆腐との相性抜群。そして今回はさらにここにね、バターも、浮かべといてください。この柚子胡椒バタポン、ガチでやばいんでね、マジ試してみて。これが今回の美味しいタレです。はいよー、今 200W で約5分加熱しました。これでね、豆腐の水分が簡単に切ることできます。ほんと電子レンジ使えば楽ちん。ほら見て、キッチンペーパーもびっちょびちょになってる。そしたら豆腐切り分けていきます。200W で加熱してるんで、ほんのり温まってる程度でね、熱々にはなってないので、簡単に切れると思います。そうですね、コロッと切ってもいいんですが、今回はちょっと食べ応えが出るように、ある程度の厚みの、こんな感じでね、薄く広く切っちゃいますわ。はい、これぐらい適当に切ってください。今回は木綿豆腐使ってますけど、別に絹ごし豆腐でも構いませんが、絹ごし豆腐だとね、ちょっと柔らかすぎて、焼いたりするのがね、難しくなるんで、おすすめは木綿豆腐です。はい、切り分けたら軽く表面にもね、まだ水分にじみ出てくるんで、はい、このキッチンペーパーで拭き取っといてください。これで豆腐の準備 OK。次はフライパンを用意して油をなじませてください。そしたら中火で加熱します。フライパンが温まったら豆腐を並べて入れていきます。はい、フライパン全体的に温まったら豆腐を並べて入れてください。そして動かさずに豆腐を焼いて表面に香ばしい焼き色をつけていきます。ここね、じっくり焼きながら焼き色をつけることで、さらに豆腐の水分が飛ぶんでね、しっかりとした食感になるんで、ゆっくりと表面が香ばしくなるように焼き上げてください。はい、だいたいね、動かさずに2、3分焼いたら、香ばしい焼き色がついてくるので、豆腐をひっくり返してください。うわ、見てうまそう。
こんな感じでね、全体的に香ばしい焼き色をつけながら、豆腐を焼いちゃいます。よいしょっと。うわ、うまそう。はい、裏面は、フライパンがね、さっきより熱くなってるんで、ちょっと短い時間で香ばしく焼けるので、様子を見ながら焼いちゃってください。はいよ、裏側も様子を見ながら焼いて、はい、こんな感じでね、香ばしい焼き色がついたら OK。わっ割れちまった。はい、こんな感じね。そしたら、一旦火を消してください。この火を消したところに、柚子胡椒バターポン酢を入れる。はい、余熱で、バターを溶かしながら、表面にこの柚子胡椒ポン酢ダレを絡めてください。ほんとね、このタレがマジで美味しいから、熱々になってるので、火をつけた状態でやるとね、一気に煮詰まって焦げる恐れがあるので、火を消したところに入れて、もうフライパンの余熱だけで OK です。はい、こんな感じでね、表面を変えながら、いい感じにタレを煮絡めるだけ。ああ、もう OK かな。ちょっと沸騰が落ち着いて、タレもほぼほぼ煮詰まってくるので、そしたら盛り付けて食べちゃおう。はいよー、豆腐が香ばしく焼けて、タレを絡めたら盛り付けてください。まあ、あとはお好みで、刻みネギなんかパラッとトッピングしちゃいましょう。おネギと豆腐の相性も抜群。はい、完成。ほんとね、木綿豆腐一丁で食べ応えがあり、表面を香ばしく焼き上げてるので、食欲をそそる風味が加わり、今回の柚子胡椒バターポン酢がね、ちょっぴり刺激的で、爽やかな風味とコクを加えてくれたコスパ抜群の豆腐ステーキ。これマジでね、ご飯も進むし、おつまみにも抜群なんで、ぜひお試しください。それでは、今日もポーいただきます。うまい。やっぱ豆腐って香ばしく焼き上げるとたまらんよね。マジでこの何とも言えない香ばしい風味がやばすぎる。そして今回紹介した柚子胡椒バターポン酢。ほんとこれがね、ポン酢で爽やかな味付けができ、バターを加えてあるのでまろやかでコクがあり、この柚子胡椒を少し加えるだけで抜群の風味と刺激加わってガチ止まらんやつ。うまっ。いや、今回のこの豆腐マジで業スーさんで買ったら50円ぐらいで買えますからね。めちゃくちゃコスパ良くない？しかもボリューム満点。ほんとこの美味しい柚子胡椒バターポン酢に絡めるだけ。うまいわ。しかも今回の電子レンジを使った豆腐の水切り方法を覚えておくとかなり時短できるんでね、豆腐ステーキみたいな料理を作るときにめっちゃおすすめ。まあ時間に余裕がある方はあらかじめしっかり水切っといた方がね、さらに弾力も良くなって食べ応え増すんですけど、時間がない時はレンチンマジ最高。いや、この豆腐ステーキね、ほんと食べ応え十分でボリュームもあるんで、おかずにも抜群ですし、このタレの風味と刺激がやばくておつまみにぴったり。はい、ということで今日も乾杯。うまい、最高。やっぱ麦焼酎ロックたまらんわ。ほんとね、今回飲んでるこの焼酎なんですが、私家にも常備しているこのおこげっていうね、麦焼酎。ほんと香ばしい風味が漂い、なんぼでも飲めちゃう。うまい。豆腐ステーキと焼酎相性抜群。マジでうまいわ。ほんと作ってほしい。今回のこの柚子胡椒バターポン酢、結構いろんなもんに使えます。こういう豆腐ステーキはもちろんのこと、炒め物なんかでも美味しく仕上がるんで、ちょっといろいろと活用してみてください。まあ辛いのが苦手っていう方や柚子胡椒がダメっていう方は仕方ないですが、この柚子胡椒の風味と刺激がね、マジでやばい。なんぼでも進んじゃう。うまっ。豆腐だけでこんだけ満足できんねやったら最高やな。しかもヘルシーですしね。豆腐一丁でお腹にもたまるんで、ダイエット中にもおすすめなんで、マジ一回この柚子胡椒バターポン酢を絡めて作る豆腐ステーキ作ってみてください。うますぎ。